皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は以前作った絶対に抜かれない戦車シリーズの第2回目ですね。ということはまだヘンテコ戦車ってことか。どんなの作るん？ほら、視聴者さんに戦車設計のアイディア募集したよね。そういえばしたな。そうしたら早速面白い案が提案されました。こちらです。山田太郎さんありがとな。内容は、戦車の走行を風車にすると抜かれない。砲弾の運動エネルギーを風車の回転エネルギーにするんだ。とのことです。まあ何を言っているのかよくわかりませんが、視聴者さんいじりやめれ。こんな感じで風車を設置するという図も合わせて記載されていました。なるほど、車体の周りに作る感じか。でもスプロケットで風車というかそんな装置作れるん？作れないね。もちろん敵の砲弾を回転エネルギーに変えることもできないので、この図と同じように装甲板の羽を搭載、敵の砲弾を防げるか作ってみようと思います。砲弾の勢いを減らすってことは同じかもしれんな。それに装甲板に角度がつくことで、上弾も狙える可能性もあるね。おう、ええやん。では、ベースとなる車体を作っていくのですが、今回は誰でも簡単に作れるジェネレイテッドモードにしましょう。これは最初の頃に作ってた方法やな。フリーフォームでの設計はなかなか難しいので、最初はこれで作るといいね。こんな感じで画面上をドラッグしたり、右側の数値を入力する方法でも作ることができます。直感的で作りやすいな。どんな見た目に作ろうか迷ったのですが、前回走行は 70mm と制限してしまったので、傾斜を入れる必要があります。傾斜させると見かけ上の走行圧が増したり、長弾しやすくなるで。現実の戦車でも取り入れられている形ですね。シュッと縮めて全周に傾斜を入れましょう。シュッとした方がええで、シュッと。被弾しやすい正面下部はシュッとエグい傾斜を入れます。現実では 100% 作れん形状やん。次にフォート。下の形に合わせて作ろうとしたものの、形状が合わず失敗。複雑な形は作れんのやな。しゃあないので砲塔だけフリーフォームで作りました。作り方は簡単。前後の面を選択してエクステンド。シフトキーを押しながら面を選択して赤い矢印をドラッグするだけですね。このくらいならうちにもできそうやで。今度機会があれば手伝ってもらおうかな。あとは下の車体の面に合うように辺を移動します。傾斜を入れたいのでここの幅を縮めて、両脇もシュッと。あとは見た目が良くなるように高さを調整。ちょっと砲塔が小さすぎたので、車体を小さくして拡張しておきました。はい、これで車体と砲塔は完成です。これなら初心者さんでも作れそうや。次に手法を搭載しましょう。スプロケットの手法は基本的にどこでも搭載することができます。砲身が左右に動かせなくなるなどの一部制限が出てきますが、このように空中配置しても発射することができます。これがおもろいところやな。今回は無難に左側面に配置します。手法の設定も簡単。今回は砲弾直径を 85mm、砲身長を 3m にしました。かっこいい言い方をすると35口径 85mm 砲ですね。砲身についても太くすることができるので、このように弾を作ることもできます。これは今まで作ったことがない見た目やな。では足回りをサクッと作っていきましょう。フェンダーも既存のものを使います。小さくするのはそこそこ難しいからな。前輪についても、例えばこんな感じで小さくできます。車高が気になる場合はサスペンションの角度を調整しましょう。前輪はこのようにグループに分けることもできますよ。荷台や前輪などの見た目はいくつかあるデザインから選ぶことができます。次に乗員を配置します。車体右側に、あかねちゃん、ドライバー用の覗き窓。中央やないんか。車体が小さいからキツキツだからね。砲塔左側に、私、砲手用の覗き窓。これがゲーム中の砲手視点になります。問題はゆかりちゃんなんだよね。車体に入るスペースがないということで、おい、しゃあないので外付けにしましょう。車体の前に乗せるな。ちなみに当たり判定はないので安全です。まあ何かあっても自前の走行もありますからね。何の話や。ポイント。いきなり来たで。いやー、ポイント。皆さんしばらくお付き合いください。ピンクの子が好きな謎の配管を搭載。うちちゃうで。いつも仮設計してから作っているのですが、今回はぶっつけ本番でやります。何の宣言や。私みたいなプロは下書き不要です。後ろのタンクから吸い出すためここにタービンポンプを搭載。こんな感じで前まで持ってきて、車体前方のタンクにぶち込みます。反対側にも同じものを作ったら、あかねちゃんの目の前を通過。何してんねん。その先っちょをタンクに接続しておきましょう。このタンクからは生きり立つポンプを
を使って吸い出します。そのエコーは何や？一日考えた私の頭の中には大体の設計図ができています。でこれなんや？前にも見たことあるで。ゆかりちゃん汗っかきでしょ？だったら水冷で冷やすしかない。はい。ぐるっと回って2段目。おい。ついでにもう1回回しておきましょう。見た目がひどい。まあこんな感じですね。ぐるぐる巻きやん。想定よりもスペースが足らないので、コンパクトでそこそこなフィルターを搭載。こんな感じで接続して、すでに頭の中の設計図とは相当形が変わっていますが、ここに吸い出すタービンポンプを搭載。その先は排出です。こんな感じで伸ばして、先っちょはこのようにしておきましょう。1本では寂しいので2本つけておきます。ただの見た目だけです。振動で外れてしまうと大変なのでがっちり固定しておきましょう。はい、出来上がりました。上手にできてずんちゃん大満足。それは良かったな。ではメインの装備、風車のような装甲板をつけていきます。やっと来たで。これは装飾の装甲板ですが、質量があり、追加装甲として運用できます。本来は車体に貼り付けるやつやな。厚さは最大 50mm、追加装甲なので車内容積を取らない利点があります。はい、形としてはこんな感じですね。これを隙間なく搭載やな。形状をコピペするだけなのでサクッと仕上げていきます。後ろ側にも搭載。後ろは必要なん。この装甲板かなり重いから、前後のバランスを考えると乗せないとダメだね。バランスが悪くなると走行に支障が出るからな。はい、こんな感じで乗せていきます。とりあえず全周乗せ終わりました。なんか異様な見た目になったな。気になる走行圧ですが、このように車体側の走行圧と走行板の走行圧がプラスして計算されるようです。なるほど、冗談って文字も出とるな。前側がスカスカな剣。最後にもっと詰めておきました。ちなみに車体側の走行圧は最大 70mm に設定しています。それでは完成した車両を見ていきましょう。戦車名がラノベ並みに長すぎや。じゃあ水走行戦車でいいかな？入れちゃダメな言葉が入っとるやろ。戦車の重量は45トン。重すぎや。車体本体は17トン。残りの28トンが周囲の走行板の重量ですね。いやいやおかしいやろ。主砲は35口径 85mm 砲。最高速度は時速 30km。欠陥としてはこの重量が原因で方向転換がまともにできません。何してんねん。制作時間は2時間30分でした。目安ですが車体サイズはこのくらいです。かなり小さいな。高さは2メートルくらいですね。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。皆さんもうしばらくお付き合いください。車体後部に取り付けられた謎の大容量タンク。この配管を通ってスズッとポンプに吸い込まれます。反対側も同様ですね。無駄にでかい大容量タンクからズズッと吸い出されます。なんで毎回でかいんや。男の子は大きいの好きだからね。いやらしくカメラを振り回して。なんて。双方の配管から車体前方のタンクにぶち込まれます。途中にあるのはあかねちゃんの覗き窓。名前を出すな。タンクからはこのいきり立つポンプで吸い出され排出。その先はゆかりちゃんが乗り込む外付けモジュールですね。こんな感じでゆかりちゃんを舐め回すように3周します。これで汗も抑えられるはずです。それは装填し得らせるからや。ぐるっと回った後はこのフィルターにぶち込まれそこそこ綺麗になります。完全に綺麗にしとけ。そして最後の大出力タービンポンプで勢いよく吸い出されます。あとは上下どちらか好きな方で空中散布ですね。私は飛距離的に上にしようかな。誰も聞いとらんやろ。この処理システム動かすたびに詰まるので、こちらから放出される割合が高めです。またポンコツしようか。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。今回も私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。待て、なんか飛んできたで。あれ、これは珍しい展開。味方戦車着地の衝撃で行動不能。早速使えねえな。無茶な設計するからや。あかねちゃん行くよ。発進。みんな行くで。あれ、方向転換ができんね。これ停車してからじゃないと方向転換できません。なんかだいぶ昔に作った戦車もそんなのあったな。こんなもんか。よし、いけた。今回搭載しているのは 13.3 リッター V6 エンジン。車内容積ギリギリサイズになっています。走行自体は戦える程度の性能はあるで。ちょっと
ちょっといいか？どうしたのかな？なんか私が入ったモジュールいつも以上に熱いんだが。あれ、謎の配管の水温計が45度になってる。もしかしてポンプの熱が出ちゃってるのかな？ゆかり、水冷意味ないやん。まあそういうこともあります。どういうことだ？敵さんが出てくるまでカット。12時の方向に敵戦車。これね、ゆかりちゃんが乗ってるとこ邪魔で見えにくいんだよね。ただの設計ミスやん。おいっと撃破。敵戦車正面下部に命中、撃破。今2回命中した音聞こえた。ここに当たって車体で中断したのかな？一応風車走行聞いとるっぽいな。よいしょ。車体側面に命中、撃破。手法の完璧ですね。あっち、おっと走行板を貫通。薄い配管爆発。あいた。戦車燃えとる。戦場ではよくあることです。あっち、これはひどい。車体は高品質のアスベストで覆われているので一応安全です。違う病気になるやろ。あっちゃ。敵戦車、多分撃破。ゆかり前見えとらんやん。ほら、正面走行を貫通、撃破。さらに味方が敵戦車撃破。久しぶりに味方動いとるで。シンプル設計なのでちゃんと動くみたいですね。マジ？今回味方の動きをコントロールしているんだけど、これは問題ないね。味方が敵戦車撃破。完璧です。あっち、ちょっと待って敵の砲弾落ちてる。ゆかりちゃんが左下。これどうなってんねん。ゆかりちゃんの汗がやばいので早く終わらせないと。てかみんなもう汗だくやん。くれ、ゆかりちゃんの汗おい、何言ってんねん。敵残り何秒？敵の第1波、すべて撃破。第2波が出てくるまでカット。ぶっちゃけ言っていいかな？なんや。走行板が邪魔で前が見えにくい。あっち、くさ。何笑てんねん。私たちの汗っかけイラストはツイッターに投稿してくださいね。変な呼びかけすんな。12時の方向敵戦車、距離300。こんなくらいかな。側面走行を貫通、撃破。もう被弾すれば炎上祭りや。走行板の効果はかなりあるっぽい。でも水平より下の戦車が見えなくて狙えないから車体を傾ける必要がある。これはデメリットやな。つんこ生きとるか？走行板で覆われていない砲塔正面狙われたね。そこは70ミリしかないからな。それで今回搭載した走行板がどのくらい有効なのか、この味方戦車を観察してみましょう。おう、上段しとる。こんな感じで普通は抜かれるような車体走行でも十分に耐えているね。これすごいやん。映像的には面白くないんだけど走行としてはかなり優秀です。もっと撃破されちゃう映像でガチャ車走行をいじろうと思ったんだけどできなかったね。爆発しすぎや。では終わらせていきましょう。車体正面にエアーと命中。砲弾乗っとる。惑星スプロケットではそういうこともあります。車体正面にエアーと命中。本日2回目。また弾乗っとるやん。どういうこと？あいた。そんなにズンちゃんのたまたま好きなのかな？長弾、抜けねえな。砲弾残り2発。実は抜けなくて撃ちまくっていました。側面にポイント。長弾、側面にポイント。あかねちゃんもっと接近。これ抜かれるで。この走行を信じるしかない。ちょっとカットして。画面は地獄のような状況になっています。前に配管というか燃料タンク乗せるからや。これで終わり。そうしないと砲弾が貫通したかわからないでしょ。そういう理由で前につけたんか。敵戦車撃破、勝利しました。今回もズンちゃんチーム大勝利ですね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。ガチャ車のように走行板をつけた戦車どうだったかな？見た目はあれやけどかなりええ感じやな。走行としてはかなり優秀だったね。ただ、隙間なく詰めるとなると重量が増すこと。車体を覆うと視界が一部遮られるなど問題があるね。ということは突撃砲みたいな砲塔がついとらん戦車の方がええかもしれんな。どちらかというとそっちの方がいいね。あとは弱いところに部分的に乗せるといいかもしれません。ゆかりちゃんはどうしたの？また絞り汗。燃えてたからな。次は燃えない、汗をかかない戦車を作りたいですね。今回は走行板を使って抜かれない戦車を作ってみました。面白いアイディアがあればコメント欄、もしくは当チャンネルのツイッターからお願いします。私がいじりながらその戦車を作ります。いじりは余計や。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。
初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。